にちは、はるかねです。今日はこちら、オビツ製作所から発売されているオビツ 27W バスト L サイズを使って働く細胞のマクロファージさんのカスタムドールを作っていきたいと思います。今回はね、とりあえずブラウスを作っていきます。材料はこちらの少しクリーム色のね、コットン 100% の生地と、それから幅 7mm の細いレースを使っていきます。そしてこちらの型紙ですけれども、作り方ね、以前動画にアップしてますので、よかったら概要欄の方からリンクチェックしてみてください。はい、そして以前ね、こちらの型紙を使ってシンプルなブラウスの作り方というね、動画をアップしてるんですけれども、今回はね、首元がちょっと爪襟気味だったり、前開きじゃなくて後ろ開きだったりね、あと前中心の部分がレース入ってたりね、で手首の部分にもレースが入ったりするので、かなりね応用を利かして作っていきますので、もし分かりにくいところがありましたらコメントの方でね質問していただけると嬉しいです。そして今回はミシンで作っていきます。はい、こんな感じにね切りました。型紙はね全部縫い代を含んでいない出来上がり線でできているので、 3mm から 5mm ぐらいね縫い代をつけて切ってあります。そして裾はね一番最後に揃えるので少し長めにね残してます。あとね、この型紙にはないんですけれども、前中心のレースを縫い付ける部分と後ろ中心のねマジックテープを縫い付ける部分がこちらになるんですけど、15センチ以上 ×2 センチを4枚用意します。そしてこちらのね 1,2,3 枚がパフスリーブになります。こちらパフスリーブのねバルーンの部分なんですけれども、だいたい15センチ ×7 センチをこのような形にカットします。これね、こう半分に折ってこういう風にね切ればこの形になります。そしてどっちかね片方だけ上か下かのね印をつけておきます。そしてこちらがバルーンのね下の部分の袖になります。だいたい6センチ ×6 センチを2枚用意して、こちらは袖口でだいたい 2.5×7 センチぐらいを4枚用意してレースを挟んで縫っていきます。そして切る時にね、このようにカーブのきつい部分にこう切れ込みをたくさん入れておきます。ではまず最初にねダーツの部分から縫っていきます。はい、ではまずはダーツからね縫っていきます。こう三角形のね中心をこういう風に折って、少しね型紙の紙の分厚さを考えて、この線の先から 1,2mm 先まで縫っていきます。はい、ダーツがね全部縫えたらパズルのピースをね減らしていきます。はい、では袖口にねレースを挟んで縫っていきます。こちら向けにこうレースを置いて挟んで端をね縫っていきます。はい、そしたらこれを開いてひっくり返してね、ここの押さえを縫っていきます。次に大きな縫い目でねこの上下を縫ってギャザーを寄せていきます。次に今ねギャザーを寄せたバルーンの部分を袖に縫い付けていきます。で今回はね下の方に印をつけたので、その印がちょうどねこう中心に上側の辺の中心に来るようにピンで留めていきます。
そして端を合わせて距離を合わせていきます。バルーンの部分がね縫えたら開いて、こちらが表側になるんですけど、ここにねレースをつけた袖口をレースをねこちら側に向けて縫っていきます。次にこのね縫い目の部分をギリギリ折り返して、ここでね押さえを縫っていきます。そしてここもね開かないようにこのラインをギリギリのところを押さえ縫っていきます。さらにこのねパフスリーブのバルーンの部分をひだをこちら側にこう倒した状態で、袖口のねある方に倒した状態でここをねまた押さえ縫っていきます。今回はね後ろ開きで作っていくので、次にこのね前中心を縫っていきます。はい、そして前身ごろがねこう前中心が縫えたら、ちょっと今回はね上にエプロンを着るので、この辺ねボコボコしてるとちょっと上にエプロンが着にくいのでね、ここも押さえを縫っていきます。前中心をねギャザー寄せていきます。真ん中を大きなね縫い目で縫って少し絞ってギャザーを寄せていきます。ここにねレースを挟んでいきます。前中心にねレースを挟んでいきます。だいたいこの縫い目がねこの前中心にくるような感じにしたいので、これをねこうよいしょ反転させて、ちょうどねこの端っこが前中心にくるぐらいをシューッと縫っていきます。レース挟んだままね縫っていきます。反転させて、またねここを押さえ縫っていきます。はい、では次にこのねひだのまんまこう内側にぐっと折って、そこにねレースをこう挟んでこの押さえの部分を縫っていきます。こんな感じにねピンで留めて縫っていきます。押さえがね縫えたら、この真ん中のねギャザーを寄せた部分の糸を外していきます。そしたら次にねこちら表側同士なんですけど、表側同士を合わせてこうね肩の部分を縫っていきます。肩をね縫ったら首穴をねもう少し広げておきます。次にねこの袖ぐりの部分にパフスリーブをつけていきます。こちら表同士なんですけど、表同士をこう合わせてこうね縫っていきます。はい、そしてね両袖が縫えたら、こちら表側なんですけど、表側を中へこう折り倒して袖をねきれいに切ってからこの脇を縫っていきます。
はい、そしたら一度ねひっくり返す前にそのままフィッティングをしていきます。で今回ねそのエプロンがまだこの上に着せないといけないので、できるだけねパツパツになるように作りたいので、しっかりフィッティングをしてギリギリのラインを塗っていきます。かなりねこの辺こう余裕があるので1センチぐらいね塗っていきます。はい、そしてねサイドを詰めたらもう一度ねフィッティングさせて襟元をね調節して襟をつけていきます。首周りをね調節して切ったらジグザグでねまずは端処理をして1回折ってきれいに縫っていきます。では次にマジックテープをね縫い付ける部分を縫っていきます。2センチ ×15 センチぐらいの生地をこう1回ね先っちょ少し折って、そしてもう一度ねこう半分に折って、そしてこちらがね表側なんですけど、表側に対してこっちへね向けて切れ端をね全部こちら揃えてこう縫っていきます。後ろ中心のねマジックテープを縫い付ける部分が縫えたら、このねひだの部分をこちら側にこう倒した状態でここね押さえを縫っていきます。そして裾をね切り揃えて端処理していきます。はい、裾もね処理できたら袖をひっくり返してマジックテープを縫い付けていきます。はい、では最後にねレースを首元にねこういう風に手縫いで縫い付けたら完成です。はい、これで働く細胞マクロファージさんのブラウス完成です。ちょっとねやっぱり6分の1なんである程度ね限界はあるんですけどね、生地の厚さとレースの厚みとの戦いというかね一応ここ縦襟もついてるんですけどちょっと見えにくいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あと Twitter とかね Instagram への SNS へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。